準備はできましたか？では、頑張って生き残ってください。聞いたことがある声が聞こえます。友人もおそらくここにいると思います。はいどうも、ブラサバ解説のネディです。今回はゲーム攻略ではなく、一人のキャラクターにスポットを当てたストーリー紹介動画を作ってみました。今回取り上げるキャラクターはシセラです。ブラサバ ER の方にも実装されている人気キャラクターだと思うんですが、ER の方には今のところストーリー要素がまだ実装されていないと思います。そこで今回は、ブラサバ本家の方の実験日誌をもとに、ルミア島に来る前のシセラが何をしていたのか、どうしてルミア島の実験に参加することになったのか、その経緯を解説していこうと思います。というわけでまずはセアのプロフィールから見ていきましょ不器用ですが。本名はシセラ・カイル。不治の病に侵された難病患者です。幼い頃から全世界に100人しかいない珍しい病気を患っていて、有名な医師でもあった母親がそれを公表したことで、最先端の医療や支援を受けながら治療を続けていました。ですが、シセラ自身はすでに生きることを諦めかけていて、治療を苦痛にしか感じておらず、何度も自殺しようとしたことがあったといいます。本人自身あまり生きる意志もないのに、生かさず殺さず、ずっと苦しみながら生きていかなければならない人生に、彼女は使い切っていました。2017年からルミア島での実験に参加を始めますが、その時点での年齢は16歳、身長は153センチで、体重は37キロしかありません。国籍はスウェーデンです。体中には今まで受けてきた痛々しい手術の痕跡が残っていて、元は色があった髪の毛も投薬の副作用で色が抜け落ちて真っ白になってしまいました。左右の瞳はオッドアイで色が違いますが、左の目は目の病気で充血してしまうことも多く、そういう時は眼帯をつけて目を隠しています。ルミア島にはとある研究員の手によって拉致して連れてこられることになりました。不治の病を患った健康には程遠い人間をどうしてアグライアが実験台に選んだのか、その理由はわかりませんが、不老不死の手術を受ける前から、シセラには何度死にかけても奇跡のように復活する不思議な回復力があったらしく、これがバイタルフォースによるものだと判断され、目を捨てられたのかもしれません。家族構成は父と母、シセラの3人。ですが、終わらない介護生活に疲れた父親は失踪し、それ以来行方不明。有名な医師でもあった母親のレイナ・カイルは、娘を治すために絶えず研究を続けましたが、それが成果を結ぶことは結局ありませんでした。それでもシセラの母は、完治に向けての可能性を見せることこそが、母として娘に与えられる愛情なのだと信じていました。シセラの治療について学会で発表し、高度な最新医療や資金援助を受け入れるようにしたのも、すべては娘のためを思っての行動です。ですが、それを知らないシセラは、母の行動にひどく傷つきました。母親だけは自分のことを娘として見てくれていると思っていたのに、そんな自分を学会で世間の晒し者にした。母も他の医者と変わらない。自分は研究対象であり、実験体なのだとそう思い込むようになってしまったのです。それまではどんな治療にも歯を食いしばって耐えていたシェアでしたが、その日を境に、痛い、死にたいというように変わりました。自分が死ぬことで研究が失敗し、母が泣き崩れる姿を望むようにさえなっていました。ウィルさん、何それ。シセラは幼い頃から隔離病棟で闘病生活を続けてきたので、学校に行くこともできず、友達がいませんでした。なので彼女は自分の身の回りのものに顔を描いて、名前を伏せて、空想上の友達を作ることにしました。よく点滴袋に書くスマイルマークのことをウィルソンと呼び、一人でいる時の話し相手にしています。夢の中でウィルソンはボイス付きで話をするそうで、実はウィルソン以外にも空想上の友達はいるみたいです。夢の中でウィルソンはかなりシニカルなおじさんのボイスで驚きました。ウィルソン以外にもタミーもいますよ。紹介しましょうか。そんなシャアでしたが、
やがてドクター・トーマスという小児科医と知り合うことになります。トーマスは他の医者と違って、セセラのことを患者としてだけでなく、友達のように接してくれた初めての人物でした。彼は夜中になると、セラを外に連れ出して、月明かりの下でトランプをして遊んだり、持ち歩いているキャンディーをセラにあげることも多く、その影響でセラもキャンディーが好物になりました。そうしてセラはトーマスに対しては次第に心を許すようになっていきます。ですが、そんなトーマスにも実は裏の顔がありました。トーマスの正体はアグライアに所属するエージェントであり、実はセラに接触したのも、最初から彼女をルミア島へ連れて行く目的あってのものだったのです。結果としてトーマスの手引きによってセラは拉致され、そのままルミア島で不老不死手術を施された被験体としてサバイバル実験へ参加することになってしまいます。アグライアが行っているこの不老不死手術は、文字通りの内容であると同時に、実際には手術を受けた段階での肉体の状態を固定化するといった内容のものでした。具体的には、肉体年齢を固定され、仮に怪我をしたとしても、手術を受けた時点での状態に体が復元されるといった仕様のものです。これがセラにとって何を意味するかといえば、不老不死になったところで体に残った今までの手術の痕跡が治ることはないし、病気に関しても完治する望みを絶たれ、本当に死ぬことすらできず、病で永遠に苦しみ続ける一生が決まってしまったとも言えます。私には悪夢のような場所です。サバイバル実験においても、どうして死にたい自分が無理に生き残らなければならないのか理解できてはいません。それでも相手を殺すのは、攻撃をされてこれ以上痛みを感じたくないからという理由でした。聞いたことがある声が聞こえます。島に着いて以降、一緒にやってきたドクター・トーマスもルミア島の研究所に配属されていました。ですが、セラと直接会うことは避けるようにしているみたいです。そもそものところ、実はセラ自身、島に来ることになった原因がトーマスだったということ自体を知りません。なので今でもトーマスのことを探している節があります。トーマスの方にも罪悪感があるのか、セラの担当研究員になることは拒否しています。しかし、セラのことはよく観察していたようで、ツイートしてレポート文章が残されています。最初の方に関しては、セラの呪術痕のこと、注射を打たれた時、目が泳ぐなど細かい仕草、金属製品を苦手にしていることと、それに関する考察。このあたりまではまだいいんですけど、問題はその下の文章です。彼女は痛みを嫌だと言いながらも、苦しまずに死にたいと叫びます。笑える言葉です。苦痛のない死なんてあるわけないでしょ。とにかく彼女に何か強要したいなら、苦痛を強調すると効果的だと思いますよ。友人としてセアに優しく接してくれていたトーマス。すべては演技で、セアのことも実験対象としか見ていなかったトーマス。一体どちらが本当の彼だったのでしょうか。結果として、セラは本当に彼女のことを思って愛してくれていた母親のことを誤解したまま、自分が嫌っていた実験体としてしか自分を見てくれない人しかいない環境に身を置くことになってしまったのでした。私の友人は小児科医でした。子供たちのために禁煙し、飴を食べ始めたのですが、今度は飴中毒になってしまったと笑っていました。バカな人。